that in the Eurozone, and there is a question about whether they shouldn't be quantitative tightening given that they've taken a hawkish bent, given that they're hiking rates so much and are vowing to really fight inflation as their top priority. Should they really be reinvesting everything? Maybe we'll get a hint of that tomorrow. We may have to wait a bit longer, though. こんばんは、どうも NK ラジオ NK です。今日は9月7日水曜日ということで、もう水曜日、まだ水曜日か。明日と明後日で終わり。早いんだか遅いんだか長いんだかよくわかんない。お疲れ様です、皆様。どうもまた今夜もちょっと遅めのスペース&YouTube ということで、1時間ぐらいかな、ね、よろしくお願いいたします。はい、一応ピース、スペースの皆様にピース。もう少し待つと来るのかな。その間に YouTube の皆様、ブンブンハロー YouTube。MK さんこんばんは、小沢さんこんばんは、ノンさんこんばんは、ヒロ M さんこんばんは、ちびたさんこんばんは、サバサバさんこんばんは、ケインララさんこんばんは、ノリック55、ブンブンハロー YouTube 出ました。はい。ショート決済しなきゃ。ショート決済しなきゃ。下のやつ下で捕まってんのかな。上の方で持ってるやつわかんないけど、上の方で持ってるからね。あ、この方はもしかしてヒロ M さんはさっきも来たね。こんばんは。どうも。アメ株買い 0.62 です。強い。ちょっと強い。上がるのかな。そうだよね。こんなになんか悪いニュースたくさん出てるのに、イベントとしては明日だよね。明日 ECB 利上げをするということで、今さっきブルームバーグのこの方が言ってるのは75ベースポイントを上げるんじゃないかと。上げるんだけど、会見でちょっとラガルドさんがダビッシュなんじゃないかって、ちょっとハト派的には75歳かなりね、思い切った感じで ECB 上げるんで、ガス欠の問題あるでしょ。ガスの問題があるから冬ね、大変な時期でそういうガスとか石油とか節約しなければいけないので、そんな中金利を上げて、ね、どうなっちゃうのっていう話だから、あんまりラガルトさんとしては脅かしたくないんじゃないかって、その気持ちよくわかるわね。かなりこの請求書が高くつくらしいですよ。しかもさっきブルームバーグでテレビでロンドンの中継やってたんですけども、もう記者の人がもう厚手のコート着てたからね寒いんだみたいな。9月上旬であんな寒くなるんですかね。でも前回も多分言ったと思うんですけども、9月レーバーデーの時に、ずいぶん前の話ですけど、アイルランドに行ったことがあって、9月上旬なんですよ、レーバーデーだから。その時やっぱ寒かったわ、アイルランド。まあアイルランドね、上の方、ちょっとね、北の方だったような気がするんだけども、それなりに結構寒かったです。はい。セーター着て、ジャケット着て、で、やっとかなみたいな。日本のね、10月下旬ぐらい行ってたな、あれは。そう。で、やっぱり夜ヒーターつけてたからね。だから、もう、あれですよ、もうヒーターつける時期ですよ、もう。ねえ、ヨーロッパ、そんなこと考えたら。そしたらやっぱり、
ね、そんな使えないわけでしょ。だから、そんな中、75ベーシスポイント上げるからね、明日。このままだと。だから会見で、まあね、やばいと、なんて言うんでしょうね。今回これだけ上げるけど、次は、どうなのかな、様子見とかね。そんな感じで言ってくんじゃないかって、専門家の人は言ってましたけども。じゃないとね、本当に腰折れそうだね、経済が。そういうことを考えると、まあ明日、利上げしても、意外とまあ、ラガルズさんの言ってる内容次第、結構ね、買いが入ってくんじゃないの？安心して、少しは。で、このチャート的に、まあ、かなり、突っ込んだ勢いで下行ってたから、ね、1日の動きは結構、もう10日間ぐらい下落してるでしょ。ツイッターの方で日足セッションズってやつ書いたんですけど、緊張を持って注視するだけのどっか中央銀行全然橋です。そうね。まあね、もうちょっと向こうは、欧州の人たちは、もうマジに直面してるからね、問題だから、それなりに、甘いことは言わないよね、多分な。厳しいこと言って、ちょっと安心させるような感じで言うと思うけど、アメリカみたいに甘くはないと思いますよ。ということで、ちょっと日足、ろうそく日足のセッションズってやつ見てみましょうか。ちょっと待って。スタンド P 見ればいいか。これのいいミニ先物ですけども、1日どれぐらい下がってんのっていう。だから日足で見ると、ね、かなり下行ってるんですよ。これで行くと、だから1でしょ、2でしょ、3、4、4になるのこれ。こっちの方が長いな。まあいいや、1、2、3。微妙だけど、まあ4、5、6、7、8、飛ばして9、10、11、12。もうね、10以上ですよ。まあちょっと2日間ぐらい飛ばさなきゃいけないですけども、ちょっとそれは違反なんだけどね。だから本当は連続の方がいいんですよね。連続で、10日間連続で、安値更新。10日間連続すると、統計的に次の日は反発するっていうやつで、まあ、これいつも気にして見てるんですけども、どのマーケットでも。で、10超えるときもあります、それもちろん。超えても、12とかが、まあ、どれぐらいだろう、年に2回ぐらいあるのかな、そういうのは。他のマーケットも含めて。だから、今回これで見るとちょっと、2日間ぐらい、まあなんか飛ばしてるとかあるんだけども、12回ぐらい行ってんだよ、これね。だから、結構下がりましたよっていう感覚なんですけども。なので、まあ一応、そこからの反発というのはあるのかなと思っておりまして、で、日経も同じような動きがあって、で、日経はちょっと今ね、トレーディングビューのなんか変なバグみたいな、ちょっとチャートが見えないので、日経の円先物で見てみたいと思います。日経の円先物、ちょうどこれ、ほら、このケルトナーチャンネルの間を
ね、横切ってこう下行ったって感じで、ちょうどこのバンド近いところでこうリバウンドしてるんですけど、しかもこのね、ちょうどこの雲の上で若干雲にちょっとディップして、それでまた反発みたいな、そんな動きをしてるから、まあ下げ渋った分、底堅いのかなと思ってます。でこれも数えると、まあ、逆算するとこれが1でしょ、2、3、4、5、6、7、8、飛んで9、10、11、12とか。12日間続けて下がってる、まあ、1日ちょっと飛ばしちゃったけど、本当は違反なんだけど、まあ、1日ちょっとね、許して、12日間続けて下落したようなもんですから、かなり、まあ、調整入ってるんですよね。これを考えると。そうすると、まあ、やっぱり必然的にこう変わりやすい試合になってくるっていう。統計的に、そういうのがあるんで、意外とこのセッションズっていうのが私好きなんですよ。そうそう、これが下に行く局面でのセッションズ。まあ、簡単にこう安値更新を数えていけばいいです。連続10までいったら反発するっていう感覚です。で前回がね、これがすごいパーフェクトがあって、それこそ6月切りと9月切りの間の6月切りの S q に向けて9月が始まる前の6月の動きなんですけど、これを見ると、例えばね、5月25日からそこっていうか、まあ、安かったんで、そこから25日から次の日、ずっとね、毎日更新していくんですよ、高値を。これ数えていくと、これはね、連続なんですね。で、25日からいくと、次がですよ、1でしょ ?2、3、4、5、6、7、8、9、10、10いって9月切りになったと思ったら、そこから一気にダーッと下がった。これね、パーフェクトだね。で確か前回ね、この話をしてたんですよ。セッションズ結構10までいってるから、これちょっと行き過ぎなんじゃないのって。もうそろそろなんじゃないのとか言ったら、まあ、案の定、その通りだった。その通り下がっていったっていう教科書通りの下がり。でもその下がり方がまたね、尋常じゃない下がり。ずっとそこからなんかすごい勢いでね、6月16日まで下がって、結局6月の21日が2番底なの2番目に安かったとこかな。そこからの反発なんでね、今回は。で結局9月切りでこの辺うろうろして、こっから買いが入って上行ったんだけど、ちょうど今のとこ、27,600 円あたり、こっからすごい強い買いが入ってきたんだよね。7月下旬の方から、7月21日から7月20日にかなり大きな買いが入ったんですけども、そこからミニ手動なんだよね。ミニ手動でここずっと上まで、29,200 円、230円だっけまで行ったんだけど、覚えてます？私がずっとミニ手動でなんか気持ち悪いって言って、ラージはどっちかって言えば売り越しが多いんだけど、なんでこれミニでこんな上がってんだろうっていう不思議だっていうふうに言ってたんですけども、覚えてます？で、なんかこううさんくさいなって言ってたんだけど、そしたら案の定、結局長続きしなかったんですよね。この下げもミニ手動で下げてる。ミニ手動で下げてんだけど、途中でやっぱりラージが増えたんだよね。だからこのわざと開けたのがミニ手動で、なんかこうそれこそ
ですよね、CTA が入ったんじゃないかっていう。この前も同じような話したんですけども、CTA がミニにね、携わってんじゃないかと思いました。多分ね、この夏の相場ってこういう動きがあるのかな。去年もなんかそんな感じだったよね。でも去年は9月切りでそうなったんだよね。そう。だから今回9月切りでそうなるの。この雲の形からしてなんかなりそうだよね、また。上に行く理由は何ですかっていう、こんなに地合いが悪いのに。そうだよね。だから、なんだろうね。いや、でも、下に行くリスクがあるんだけども、みんな下に行くって言うから、反対に上に行くリスクがもっと高いんじゃないかと思ってるんですよ。で、またみんながまた勝手になんか先に考えちゃうから、もうフェッドの FOMC の利上げも75ベーシスポイントでとどまって、それ以降はもうやらないとかね、そういう話出てるから、だとしたら、次のイベントでもう終わりで、あとはもう、企業の業績発表か、それまで時間があるんで、そこまで、ラリーする。どこまで行くか分かんないけど、この雲を超えるような上げはないと思うんだけどね。でも、一応、この雲に沿って若干こう、上に戻すような形になるのかなと。そしたら少なくともこの、ミニ先物が急に動き出した手前まで上に行くんじゃないですかね。そうすると 28,200 円とか、そんなにうまくいくわかんないけどトレビューになりましたが、そうポンポンさん、そう。じゃあこれなんでこれおかしいのこれ。何よこれ。俺がおかしいの。あ、治ってんじゃん。だから治ってるって言ってるって？そうだね。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。あ、これも私がニューヨークに苦情行ったからですよ。日本のね、使用してるみんながね、困ってるから早く直せです。WhatsApp とか言いながら。向こうのなんかシステムの人ってなんかすごい若いんだよね。5、6ぐらいの人写真付きでさ、へいとか言って出てくるんだけど、優秀なんでしょうね。MIT かなんか卒業してさ、こういうとこでプログラミングかなんかやってんだよ、多分。若いお兄ちゃんが多かったですけど。そうか、治ってますね。ありがとうございます。これ見て、これ。とんがってるとこ。これにめがけて、もう行っちゃったか。終わったか、これ。これちょっと気にしてたんだけど、ここまで行ったんだよね。ちょっと待って。違うか。びっくりした。どこまで行ったのこれ。CFD で27690まで行ったのこれ。高値がよくわかんないけど。売りができてない。すげえ。27694でオファー入れてたんだけど、できず。どうよ。CFD の難しいところってそうだよね。1円刻みだってさ。わざとつけなかったのか。
どこまでいったのか689とか5円の差。まあそこそこピンポイント近かったね。この雲のさ、このとんがったとこ、これにめがけていくのかなと思ったんですよ。そしたらその通りになったじゃないですかね。まあだからこういうのを見るんですよね、私は。で、ここ見てこうなった時に、まあ手前で失速するのか、このまんまいってここを超える、そしてウォータースライディングあるのかなと思ってます。何時からだって、ごめんなさい、明日になりますね。8日、10時半です。日中じゃん。いいかもしれない。10時半って言うと何？中国株がオープンするかにジャンプするの。これジャンプするんだけど、ウォータースライディング。本当かよ。これがすごかったからね。ここでリバウンドか。ここで上に行くのかなと思ったんだけど、こっちなんだよな。で、上からこの赤いさ、移動平均線がこれ上からガーって来てるから、これにぶつかんだろうね。ちょうどそんな感じでしょ。で、下で。こんな感じ。というわけで、ハムレット君、620円ハムレット君に行くんだけど、跳ね返される。何回も来てると、次はこれ超えてくると思うんですよ。ね、超えるんだけど、さっきの1時間足を見ると、明日の10時半でまた続進するんだけども、その後失速しそうでね。あ、そっか。明日あれがあるからか。ECB が。それで失速するのか、少し。そういうのを考えると、うまくいってますよね。うまくって言うと、なんかタイミングよくできてますよね。なんかね。わざとなのか。というわけで、何の話だっけ？ YouTube の皆様。CTA って何でしたっけ？ CTA ってあれでしょ。コモディティトレーディングアドバイザリー。そう。コモディティトレーディングアドバイザリーっていうのは、先物を中心に運用するファンド。もう先物だけ、現物やらない。だから全部テクニカル。コンツ系とか。で、今だからシステムで運用しているのが大体 CTA ですよ。上がってきたね、ほら。先生。で、さっき15分足のやつを、620円どこ、何回、往復したのかなと思って、昨日からのナイトセッションからちょっと数えたんですけど、20回ぐらい往復してるんですよ、これ。前回往復したのは大体15回なんで、今回20回往復してるので、かなり迷ってるんですよね、このマーケットは。そんなの数える私がなんかおかしいと思ってるでしょ、みんな。そんなものを数えるのは多分世界一私しかいないと思うんですけども、前回15回で今回23回ぐらい往復してるのかな。こっちも出なかったね、これね。すいません。じゃあちょっとこっちをこうして、
そうだからね。じゃあ23回往復したらどうなのって。それはね、よくわからない。それが上に行くんだか下に行くんだかわからないけど、往復すればするほど相場がすごく動くっていうのは確かです。はい、だからそれだけ悩んでるからでしょ。上に行ったらいいか下に行ったらいいかわからない。そういうことですよ。だとしたら、このハムレット君実はあれじゃないかな。S q を探してんだよね。ね。多分そうだよね。S q がどこに、だからセトルメントがどこに落ち着くかっていうのを計算してんだと思う。a cap on Russian gas, and that's where Putin has come out and said, anybody who does that will not receive any supplies of any Russian energy, which だから620円近いんじゃないの？ウイスキー。なんやって。on Friday with the oil price cap and then of course Nord Stream 1 not reopening. 違うか。思いっきり外したりして。まあでもね、SQ 分かるわけないし。なぜかというと、その日の朝、SQ の朝っていうのは、その業者間内で取引するからまだ。SQ をトレードする相対取引のマーケットが、EFP 市場で取引されるから、金曜の朝ね。だから金曜のもう本当ギリギリ8時、例えば45分とか50分までギリギリトレードしてるから、いろんな証券会社が。だからね、分かりっこないんですよ。そこで携わってる人が分かる、そこで。なんかヨーロッパのオプションのディーラーがデルタを確保するためにいきなり出てくるとかね、そういうのありますんで、そうするとデルタ1のトレーダーとかはやっぱり美味しい話なんですよ、それ。オプションの人たちはただ単にデルタを取りたいから、まあ、どんないいねでやっちゃうんですよ。もう時間がないし。で、それを反対売買ね、マーケットでくるってやれば結構儲かるとかね、そういうのがあるので。だから SQ ってのはその日にならないと分かんない、本当は。本当に。そこで大きなバスケットが売りから入ってくるよね。そうこう言ってるうちにほら売れちゃったじゃん。あれちょっと待って。おお。690その上行かないの。Rachel, thanks so much. It's a lot to parse through today. できてないし。Bloomberg, thank you very much. And coming up, speaking of Ryan Lance, the chairman and CEO of ConocoPhillips, was just in Gastech in Milan, and he says if Europe wants to increase supply long term, imposing a windfall profit tax is exactly the wrong way to do it. My conversation with Ryan Lance is next. This is Bloomberg. なんか今日ニューヨーク高そうなんだよ。やめとこう。キャンセルしよう。Certainly we're going through a transition. We have to do it more sustainably. And I think they're struggling with how to write the right policy to encourage early time investment, yet figure out how they want to go through the transition. And some of what they're talking about with excess profits tax. さあ、VIX が上がりにくいのミニ主導と関係ありますか？ミニがだからこういう風に値段上つけに行くから、その分ボラティリティ下がるからね、めちゃくちゃ関係あると思いますよ、それ。直近で27,250円、27,000円、窓埋めはない感じですか？ 2 あったっけ？あ、下の方ね。はい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 。あ、そこね。250円。はい。250円から下。そこね。そうなんだよ。後のお預けにしてんじゃない？ 250円だから240円が、既存の
これ皆さんメモってください。27,240 円は、今までこれ9月切りトレードした中で一番薄商いなんですけど、それが300枚しかない。前代未聞。だいたい平均1万枚以下だったら薄商いっていうふうに私は思ってるんだけど、それがたったの300枚。それが 27,240 円です。はい。なので、そこを来たら速攻売られると思うんですよね。それで窓は埋めするんだ。ね。で、今日行かなかったでしょ？今日260円で終わって、250円もトレードしてなかったんだっけ？行ってないね、250円。でしょ？ 260 円で止まって、それで上行ったでしょ？だからあれですよ。つばをつけてないのか。そのまま否定して上行ってるから、ある意味、後で来るんじゃないですかね。いつ来るか。わかんないね。それこそなんだろうな。でももうS q 来ちゃうんで、12月切り換算で考えた方がいい。そうすると、ね、9月切りでそういうさ、大事なポイントがあるじゃない。だから 27,250 円とか。これを見ればいいんで、このスプレッド。9月切りと12月切りのスプレッドがあるでしょ、これ。マイナス232円のマイナス231円。ね、だからこれ、そのまんま、9月、引くこれ。すげえ上行ってるし。これだよ、先生。だから言ったじゃん。セッションズのパワーですよ。でしょ？ローソク足セッションズのこのパワーですよ。やっぱ10まで、10以上いったら、12までいったと思うんだけど、12以上、まあ13、14ってあったかな。13とか14あったらもう年に1回あるかないかぐらいですかね。それの手前の12っていうのはそれなりにインパクトありますよ。セッションズですよ、ほら。それと、あと昨日言ってた、ほら、週足の S&P で、ここにスペースがあるから上に行きやすいって言ったじゃん。上に行ったからそうやって強気になってるけど。どれだ？もう一回見ようか。先生。昨日言った話をもう一回言うんだけど。不思議に思うんですよ。これずーっとこれチャート見てる人は分かると思うんですけど、ね、でもちょっとごちゃごちゃしてるからこれをちょっとあれして、いいかな。これ分かるかな。はい、これ見てください。S&P ミニ先物ですけども、週足ね、これ週足。週足でこの雲当たってで下行ってるでしょ。これ強烈なんですよ。雲に1回入って出たらもう下もう止まんないぐらい下にザーっていっちゃうんだけど、やっぱりあんまり下に行くと今度はこのあれだよね、移動平均線のこの緑の支持線みたいなやつ、これにぶつかって下まで行ったんだけど、ここでちょっと止まったんだよね。だから、で、私が気にしてるのはこの空き地。だからこのまま相場がこのままずっと下に行くわけないんですよ。なぜかっていうと、この雲が
両脇の雲から離れちゃって下行ってるでしょ。行き過ぎなんでそれ。わかるかな。ちょっと待って、これを消せばいいか。この青い線がよくわかんない。今の値段か。はい、これなんだけども、こっちに雲があって、こっちに雲があるでしょ。で、今ここまで来たから、このまま下に行きそうなんだけど、そうするともうものすごい雲からどの角度から見ても、どっちを見ても雲から離れすぎちゃうんですよ。そう。でここなんかもっと離れてるじゃんと思うけど、いや、ここからここの距離がまだあるから、ね。ここからここの距離この辺を見ちゃうんだけど、上から下、あとはここからの距離。まあ、とにかく、こっちの雲とこっちの雲の間に入ってるっていうのは反発しやすいんです。雲から離れすぎてるから。だから、こっちに行く力が加わる。で、下に行けば行くほど、その力が増すんで、反発したときは、半端なくすごい戻ると思うんですよ。いや、マジで。これの半分とか。そう。で、そこからまたこう下がって、で、また上がるんだけど、この雲にぶつかって、こうまた下がる。トレンド的には、長期で見ると、まあ下なんだけども、下とは言っても、ジグザグ、こういう動きで下がるっていうね。だからみんな言ってるでしょ。ボラティリティが高いんだよって。こういうこと言ってるんですね。で、上がった時にみんな安心しちゃうんだよね。はぁ、株高い。買わなきゃみたいな。買っちゃったりなんかする。それが危ないですよ。で、上がれば、フェッドは気に食わないよね。せっかく金利上げて、みんなに購買力をさせようとしてるのに、株上がっちゃうとみんな元気になっていろんなのを買い出すから。でしょ？資本主義の世界はそうなってるから。そうすると、こんな上がってるんだったら、じゃあもうちょっと金利上げようかっていう話になってきちゃうんだよね。そうすると、それが伝わって失望するでしょ。で、またなんかいいニュースがあると、またブワーって上がってきてみたいな。その繰り返し。だから、乱高下しやすいんですよね。ということ。それで、この話に戻りますけども、この250円から下、全然ね、あると思うよ。あると思う。いつなのか、それがわかんない。なんだよって。いつか教えろって。27,000なんだっけ ?250 円そうだね。これだと、ちょうどこれ、1時間足か。じゃあ、デイリーにして、今日経先物見てるんですけどね。スペースに見ますが。You might defend it in relative terms, but in absolute terms, the equity part of the portfolio is still vulnerable to further downside. So a lot of people are in cash right now. Do they stay in cash? What does cash look like as an asset? Interest rates are going up. We could see 75 basis points in the ECB tomorrow. Does cash in Europe start to become a more attractive option here? これがやっぱりすごいよね。この相場がさ、下に行ってさ、下髭
長いのをつけて上に上がったから、それなりに強いよね、これ。それなりに強いと思いますよ。ね、で、あとはまあこの雲がね、こうぐわーっと上に行ってるから、強そうに見えるんだけども、強いと思うんだけども、感覚的に私から見ると、これちょっとね、急に上行ってんだよね。急はあんまり良くないかな。なぜかっていうと、この雲に入りやすくなっちゃう。雲に入りやすいんで、入ったら、この辺で終わり。この辺でいいんだよね。9月22日。あれじゃん。FOMC じゃん。ね。なるほど。If you've got a recession and they do another big furlough scheme and basically don't allow unemployment to rise, right? If every time there's a recession, the unemployment rate going up. そうすると250円がそれに近いんだ、やっぱりね。だから、あれだよ。FOMC まで待たなきゃいけないかもしれない。ゆるいなさん。だね。でもまあ明日の ECB とまたあの人、パウエルさんが会見するらしいから、そこでパウエルさん何言うからね。もう一回高派的なコメント出すかな。ね。だから反対だから今日上がってもちょっと売られやすい試合になっちゃうな。明日なんか何言うか分かんない。でも9月切りはもう明日で終わりなんで、明日のナイトセッションから12月切りなので、このね、ミニ主導とか、ミニ主導で上がったその9月切りっていうのが、12月切りに移行するかどうかっていうのはちょっとわかんないです。季節的な要因かもしれないんだよね。要するに夏休みとか流動性が少ない分仕掛けやすいんだよね。で、仕掛けやすい時ってミニだったらいろんな小回りが効くし、値段がいろんな面でつけやすい。つけに行ったでしょ、大体。稲妻ラリーって言ってたじゃないですか、私。だからミニはある意味マーケットを誘導する意味で使いやすいんだよね。今回上げるときにそれで使われたんだけど、売りもそんな感じだったんですよ。売られるときもミニ主導で売られたんで。で、至って静かだったのがラージなんだよね。で、ラージのね、一番ボリュームが多かったのは多分この辺なんだよ、やっぱり。昔のハムレット君がいたとこ、26,000だから430円。その時は結構ラージボンボン、特に買いが入ってた。だから底堅いんだよ、この辺。本当はね。26,000。そうだね、26,000だから、まあ、200円から300円だ。何の話だ。そう、ロールの話だ。ロールのこのマイナス231をそのまま9月に足せばいいから、27,250円でしょ。気になるとこ。だから27,250円足すマイナスの231、あるいはマイナス230。要するに27,020円。ね、27,020円、12月の27,020円は、9月切りの27,250円に匹敵しますよってこと。
覚えた？これもノートに書きましょう。12月切りイコール、12月切り27,000フォロ20円イコール、9月切りの27,250円と同じである。その250円というのは、超薄商いだったところの、10円上なんだけど、そこついたら下に行きやすいですよ。だから27,000を先物ベースで割れやすいのは12月に入ってから。ということですよ、先生。ね。front and center. Brent crude is down circa 6% over the last couple of days. That is probably good news from an inflation point of view, but it's certainly hitting the London market fairly hard today. So the London market underperforming. We're down by around 0.6%. I don't think it's got anything to do with Liz Truss. It's got nothing to do with what is happening elsewhere. This is purely what's happening with FOMC までね、待たないといけないですからね。So London is down by around 0.6%. Soその手前でちょっと大きいんじゃないかな。で、FOMC 出て、75ベーシスポイントを上げて、でも予想内なので、その後に株は上の方に行っちゃうんじゃない。もうイベント終わったっていう形で。で、あとはもう企業業績に入ってくるから。そこだよね。そこでガタつくと思うよ。乱高下するじゃん。そう、だから言ってるじゃん。乱高下するって。9月切りと12月に230円のさ、配当値分、そうだね。大体、そうです。これもです。At Bloomberg, we believe in the power of ideas. That's why we launched Bloomberg New Economy Catalyst. It's a community of global leaders and innovators who are blazing new trails to transform business and government. This platform will help them share their ideas with the world and provide access to the resources they need to bring them to life. Bold thinking, breakthrough action. シンガポールのさ、取引所でさ、ディビデントフューチャーズってのはあると思うんですよ。知ってる？知ってるとか言ってそんな一般市民に対して知ってるとか言って聞かない方がいい。はい。ディビデントが日経ほらあるじゃん。日経ストックアベレージフォーインデックスフューチャーズIndex trade index SGX Noカレントコントラクト595ってちょっと待ってよ。シンボルインフォフロントフューチャーズどこのフューチャーズかわかんないじゃん。はい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 。12月切り。今の日経平均は2743、そっか。9月切りと変わんないよな。ほんまに。
なんで595なのか分かんないな。A little less so, and you can see that quite clearly. The DAX up by around 0.5%. You've got the FTSE 100 down by around 0.5%, and basically the reason is London's got a lot of commodity stocks. Jurassic Park certainly suffering today. So that's the kind of the big picture right now. Let's break it down and take a look at what the sessions look like, because NDZ2022 そうだよな。in a very big way. We're trading 412. We're down by around 0.4%. There's no clear sense of direction here. The story is very much at a sector level. So let's break it down from that point of view and give you an idea of what's happening there. So you've got at the top utilities up by 2.26%. Huge day for utilities. Bit of an underperformance recently. And what we've seen here today is Ursula von der Leyen coming out with this plan saying we're going to limit non-gas producers to 200 megawatts an hour. こういうのがありますと。シンガポールで取引されてるのかな、これ。いまいちこのプライスの付け方がよくわかんないな。500変わんのか。まあいいや、後で見てみる。たまにね、トレードするんですよ。配当先物。シンガポールでね、客中が入ったりするんです、それ。ただ、すごい稀です。年に1回あるかないかぐらい。全然ねえじゃん。そうなんですよ。だから、あんまりね、詳しくないけど、まあ一応そういう上場されているものがあります。Getting a little bit of clarity and the market reacting very positively, Alex. 不思議でしょ。でも必ずこの620円返ってくるでしょ、これ。ね、不思議ですよ、先生。じゃあ、ここまで見たんだったら、トピックス見ようか。その前に、忘れる前にちょっとね、今週トレードしていて、ちょっと難しかったなって思う人いる？やっぱり。今週プライスずっと見ていて、なんか変な動きするなと思った人いますよ。通常と比べたらなんか想定外の動きしてるなと思った人いますかね。高くなるのかなと思ったら弱くなったり、弱くなるのかなと思ったら高くなったりっていう。多分ね、そういうふうに思った人たち、まあ少なくはないと思うんだけど、それなんでそうなってるか、そうなっちゃってるかっていうと、やっぱりこのいつも昨日も言いましたけども、やっぱりこの行ってこい。まあね、ロール市場があって、これで、やっぱりアービトラージができる状況になっているからなんですよね。で、結局、難かったです。そうでしょ？なんで難しいかっていうと、変な動きがあるのは、のりく5さん、手を挙げてるのこれ。質問って。そっかそっか、自分がそうだったって、そういうこと。はい。このスプレッドがあるでしょ、これ。マイナス231とマイナス230のスプレッドは、理論的なスプレッドとして、見ると、枚数がさ、これ99枚しかないけども、結構しっかり入ってるじゃん、これ。1000枚とか、2000枚とか。で、これがやっぱり、客の注文とか入って動くわけですよ。ね、だから普通その9月切りと12月切りの理論価格の差が230円だとしたら、まあ大体は動かない。それが理論的な価格だから。でも客中でそのロール
マーケットに大きな売り買いが入ってくるでしょ。例えば1000枚、2000枚とか売ってくるわけですよ。縦玉を動かすから、それぐらいのでかい玉が動くんで、そうすると、まず売りが入ってくると、これ大体システムトレードの人たち多いから、売りが来たなと思ったらこれ、引っ込むわけですよね。つまりスプレッドが、マイナス幅が広くなる。マイナス幅が広くなるっていうことはどういうことかっていうと、スプレッドが売られるんで、12月切りが安くなって9月切りが高くなる。12月切りが安くなって9月切りが高くなる。で、個別に考えると、1円2円動かすには、しかもそのスプレッドを保つには、それぐらいのインパクトがないと動かない。だから、スプレッドで、このスプレッド取引で変な売りがダーッと入ってくると、その分、個々の先物自体が変に動くんですよ。急激に動く。そのインパクトが強すぎて。要するにこの1000枚、2000枚入ってくるってことは、個別の先物を1000枚、2000枚、ちょっと大げさだけど、それを売り買いするようなもんだから、その分動くってこと。先物が。わかるかな？そういうのわかる。だから変にね。で、大体その、寄り付きが多いんだよね。オーダーが来るのが。なぜかっていうと、寄り付きの方が、つく、マッチングできるタイミングが一番近い。発注しやすいから。だから朝の寄り付きと夕方のナイトセッションの寄り付きでバンとオーダーを入れる人が多いんですよ。で、昨日は典型的でやっぱりそのままなんだろうスプレッド取引に大きな売り買い売り高買い高わかんないけど多分どうなのかなこれは買いか買いが入ったのかでちょっと待っていや売りだ12月切りを売って9月切りを買うっていうスプレッド取引がいっぱい入ったもんだから9月切りのプライスがパーンと上がったの。寄り付きなんか強かったでしょ昨日の夜。そういうことですよ、でなんで上がってんのってみんな不思議に思ってるけどロール市場がしっかりこうあるからアービトラージされやすいってことでまだこれほらすごいあるでしょこれ全部システムだからね客中というよりはそのシステムなんで客中の玉を待ってるんですよ。入った時にこの9月切りとか12月切りをパパッとね反対売買すれば数円取れるわけですよ。だよね。だから変に動いたりなんかする。そういうのを見てみんなあれなんでこれ昨日上がんのって、下がっちゃったってなんかそういうとこに繋がっちゃってんだよね。だからやりにくいんですよ。だからどっちかって言えばロールの時期は外した方がいいかも。やらない方がいい。現月間スプレッドの取引は MSQ 種に多いのでしょうか。そうだね。そうですよ。客っていうのはそのギリギリまで持つからさ。ね。ギリギリまで持つんで、あとはみんなギリギリまで持つから、ギリギリにロールするときっていうのはその分流動性が高くなるからその日を狙ってやりたいんだよ。そう。だからエクスパイア近いとこまで持つっていうのが普通の機関投資家のサイクルで持つっていうのが多いです。ほとんど。じゃないと多分エラートラッキングエラーができちゃうんだよね。
S q 前までに外してまた次の日 S q 近くまで持っていくっていうのがトラッキングエラーがそんな出ないっていうことだと思うんですよ。だからずっと最後まで持つってね。やっぱり本当はなんだろう S q S q は関係ないか S q は生産するからでもS q 来る前に移行したいっていうことでしょ。でギリギリの方がそのスプレッドが一番理論的に近いっていうところもあると思うんですよ。だから変にね1週間前にロールしちゃうと理論のスプレッドとちょっと離れたところやっちゃうとかねなっちゃうから、それはちょっとトラッキングエラーになっちゃうんで、もうできるだけギリギリのところで、そうすると大体火曜日か水曜日になる。であんまりギリギリにやっちゃうと余った枚数とか出てきちゃって、やべえと思った時にもう金曜日安く来ちゃうとかねそういう風になっちゃうからギリギリでも火曜日までにやっとこうっていうファンドマネージャーが多いんじゃないかなと思う。そう。相手は海外だから、1日の、コミュニケーション取るときに1日ロスするんで、そのバッファーを取んなきゃいけないんだよね。それでも金曜日ね、来る人いるんですよ。金曜のもう、S q が出た後に、すみません、ロールしたいんですけど、とか言って。遅いんですけど、先生、みたいな。必ず出る。かわいそうだよね、ミスった人はね。ものすごい事務処理大変だと思いますよ。エラーだしね、そのまま相場変わっちゃったらさ、その分ロスしたものを補填しなきゃいけないしね、お客さんに大変ですよ。そんな感じですかね、このロール市場っていうのは。大変なんですよ。だからできるだけロールの時期、ロールの週はあんまり調子乗ってやるとちょっと変なポジション取られちゃうかもしれない。だからなるべく控えた方がいいのかなと思います。ということで、じゃあ今の状況、まだねこれ、9月切り見せてるんですけども、ラージを見ると9月ちょっと待って、9月だな。9月切りは、また売られてきた。さっきの売ればよかったかな。いいや。9月切りのラージは買い越しで555枚、ミニも買い越し7300枚だから730枚、ラージが550枚ぐらいだから1300枚ぐらいいくのか。買い越しです。はい。ディセンバー、12月切り。12月切り、ちょっと待ってね。12月切りのラージ。マイナス90、90枚売り越しです。で、12月切りミニ5851枚買い越しです。ミニ主導の買い越し。またミニ主導の買い越しだよ。
12月も。変だよね。だから12月はラージが売りで、ミニが買いで、9月切りは両方とも買いなんだよ。どう見るこれ。これからして分かんないよね。強いんだか弱いんだか。こういう変なちぐはぐな動きにもなってるから、ロール全部終わった後にね、現月交代後にやっぱり取引した方がいいのかなと思います。はい。てな感じでしょうか。なんじゃ、もう0時46分。1時間ちょっと過ぎた。ようこさん、S q 州以外で右から急騰するのも、現月間スプレッド取引の可能性はありますか？それともターゲットの可能性が高いでしょうか？S q 以外で、S q 州以外でないな。現月間のスプレッド取引っていうのはもう本当に S q 州しかないと思います。その前の週からやるやつもいるんだけど、でも場ではやらない。ブローカー使ってやる。そう、ブローカーを使ってロードしたいんだけども、オファー出してくれる人いませんかとかね、聞いてくる。で、取引成立するときはもう立ち会い外でやるから、場を通さないんで、それは相場は動かないです。でもその質問、ナイス質問だね。高度の高い質問だね、今の。ようこさん、さすがだね。女性はやっぱりね、鋭いところはね、着目しますよね。いや、本当に。そう思いますよ。あまり変わらないな、アメリカから。そっか。どうなんでしょうね。レバーデーを過ぎてから弱いんじゃないかっていう話はよく聞くんですけども、そうでもないって感じ。いろいろイベントあるからね。CPI また見たいしっていうのと、これからパウエルさんまた本当に高派になったかどうかっていうのは明日確かめたいっていう気持ちがあるんでしょうかね。それともそれと ECB だね、明日ね。75ベースポイントは ECB としてはもうすごいアグレッシブに上げるんで、これはちょっと皆さんやっぱり見届けなきゃっていうそんな感じなんでしょうかね。マムさん、毎日様になります。どうも解説ありがとうございました。どうも、ようこさんどうも。大丈夫です。はい。ということで、この冷やしセッションズ、すごいでしょ？ね。結構前からね、私よく使ってるんですよ、このセッションズってやつ。カウントアップするの。簡単でしょ？面白いんですよ。で興奮してくるから、これずっとこう上がってると、1日のやつ、1、2、3、4、5、6、7、8、おー、8、9、9までいった。じゃあ次10いったらもう反転するなとかって思うわけですよ。そしたら、今日そうなったでしょ、やっぱり。昨日言ったのは、9まで行ったからもう反転してもいいとか言ってね、途中でなんかさ、ちょっと早めに行っちゃったけどね、やっぱり今日はやっぱりこう突っ込んで下行ったんだよね、今日ね。それが10番目になったんでね、それがね。
そしたらナイトセッションからこうやって上がってきたでしょ、これ。それなりにインパクトあるよね、あれね、セッションズ。好きなんだな。次も皆さん使ってください。で、一番だから長い、足のセッションズが一番効きます。だからもちろん1時間足のもあるんだけども、1時間だと微妙かな。超短期で見てる人だったらいいけど、でも1時間でも10時間だからね。でしょ？ 1 時間足のセッションズで10回続いて上昇っていうことは、10時間そのままずっと上がりっぱなしだから、その分インパクトあるんですよ。インパクトっていうか、その反発、そのトレンドが変わる目安にはなるわけですよ。だからね、12っていうのもあるんだよね、12。で、10時間、12時間だと、ちょうど1日の半分だから、そこで、変わる。ね。ついつま合うでしょ。ね、12時間ずつ、相場がこうちょっと変わってくるみたいな。そう、あるんですよ。まあでも、時間よりも、1日ごとのセッションズの方が、信憑性あるっていうかね、信頼できますよ。っていうことは、1週間分のあるかっていうと、数えたことないけど、1週間だったら何 10週間続けて上がんなきゃいけないの？それはないでしょ。ある。2ヶ月半だよ。2ヶ月半ずっと上がる相場ってなくはないか。かなりのブルーマーケットだ、それな。その季節ずっと上がってるって感じだもんね。夏だったらずっとずっと上がってますって、そういう感じでしょ。そういうのあんのかな。で、秋になって暴落するのありかな、そういうの。よくわかんない。冷やしセッションズ、メモ。もうメモってください。一番簡単だからもう。で、上昇トレンドの場合はもう、まあ、高値更新1日ごとに高値更新するんですよね。10日間ずっと。で、本当は連続がいい。連日続けばいいんだけど、途中でね、1日2日ぐらいね、反落するときあるんだけど、で、3日目にまた高値更新したりする。それはまあ、ちょっとね、ずるだけど、まあ一応、数えてもいいかな。で、今回もだから下げ相場は、2日間ぐらいね、反発 しちゃってるから、本当はダメなんだけども。まあ、続けて数えていったときに、10までいったから。で、今日反発したから、まあいいかなと思ってんだけどね。それはまあ、どう考えるかで自分が。でもそれなりにね、反発したからね。いいんじゃないですか。ただ、間に3日間、4日間空いちゃってるとダメだね、多分ね。それはちょっとアウトかな。っていう感じです。はい。スペースの皆さんわかりましたでしょうか？勉強になりましたでしょうか？いまいちね、画面見てないからわかんないかななんて思うんですけども、まあ、想像していただければ、あとはもう自分の携帯でね、見ながらやっていけば、こういうことかってわかると思うんで、
はい。というわけで、今日はこれまでありがとうございました。スペースの皆様、どうも。明日ですね。明日は ECB もあって、パウエルのスピーチみたいなのがあって、本当に何のあれスピーチじゃないよね、なんかね。パネルディスカッションだね。パネルディスカッションで、なんか聞かれるのかなね。聞いてみたいよね。あと何考えてるんですかって。そんな聞き方しないけど。9月9日ブラックアウト。3月ぐらいからブラックアウト期間で下げた気がする。そっか。今回はすでに12年だから下げ続けるのは厳しい。どうだろうね。わかんないよ、それ。明日9日でしょ。今日は何？今日は8日。今日が7日で明日は4日か。明後日からもう言えなくなっちゃうわけ。なるほどね。そうだね。あとはもう経済指標だけだから CPI か。来週の CPI だ。そうすると来週の CPI は多分ね、またね、予想よりちょっと下回ってんじゃないかな。それでまた相場がガーッと上がると思いますよ。本当に。そうするとさっきのチャート、この週足のやつ、もう一回見ると、ほら、これ見にくいでしょ？来週でしょ？だからメモリがちょっとこっちの方に行くんだけど、わかりやすいね。こっちの方に行くから。と思うんですけどね。わかんない。本当にここ空いたのが気になるんで、ちょうどこの真ん中めがけて、10月10日、意外と高いんじゃないのこれ。まあいいや。10月になってから検証しましょう。ありがとうございました。どうも。1時35分からブレナードさんスピーチ。そうか。ブレナードさんね。ベージブックが3時か。なるほど。終わりました。じゃあ、スペースの皆様どうも。さっきから言ってるけど。バイバイ。0009 さんどうもありがとうございました。フェアリーさんどうもありがとう。じゃあ、マイクをミュートにしてお別れになります。どうも、お疲れ様です。ポン。じゃあ、ブンブンハロ YouTube の皆様もおやすみだね。おやすみ。明日まで、あれが、ほら、ハムレット君今、620円ついてるし、ね。嫌なやつでしょ、これ。SQ 前必ず出てくるんだよね、このハムレット君。困っちゃったよ、本当に。不思議だよね。必ず出てくるっていう。だから、
夏、上がり相場の時29000以上、ね、その上行ったでしょ。その時のハムレットが26,430円で、帰り幅が、だから2800円とかあったんですよ。で、それやっぱりおかしいなと思ったんでね。必ず戻ってくると思った。でももちろん、ハムレット君自体が上がってきたんだけど、やっぱ案の定ね、こうやってね、S q の前の時期になんか、相場に戻ってくるわけですよ。ね。だから夏の上げ相場、ほんと気をつけとくね。高値掴みにした人いっぱいいるからね。はい。ありがとう。また明日。This is Balance of Power with David Weston. From Bloomberg World Headquarters in New York to our television and radio audiences worldwide, welcome now to Balance of Power. Well, the drama continues in a courtroom in southern Florida over a review of those documents that were seized from former President Trump's residence at Mar-a-Lago, with the special master appointed now to review those documents. At the same time, there are reports coming out of the Washington Post that the documents may have included some really sensitive documents about the nuclear capabilities of some other countries, some allies of ours. For the latest on what's going on with this document saga, we turn now to our Washington correspondent, Anne-Marie Hordern at the White House. So, Anne-Marie, thanks so much for being with us. What is the view from Washington, particularly from the White House, of all this? Well, the White House